皆さん、今日は何の話だと思いますか？じゃ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 ーん。みんな大好き、賢者の話です。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。さて、お待たせしました。今日はいよいよ賢者の話です。何がいよいよなのかわかりませんが、以前の動画の安定した知性を実際の賢者を例にしてお話ししようと思います。賢者というと何を連想しますか？もうこれは年齢にもよりますし、賢者についてどういう話を聞いてきたかなどで全然違うイメージがあると思います。普通に賢者と聞くと賢い人という言葉通りのイメージですね。私みたいな人ですね。違いますか？日本ではあまり賢者という言葉は使わない気がします。賢者というのはどちらかというと外国の哲学者みたいなイメージもあります。私の年代だとハリーポッターに出てくる賢者の石という感じでしょうか。賢者が作った石なのか、賢者のような石という意味なのかは思い出せませんが、最初に本を読んだ時は衝撃的な面白さでした。ハリポタと略されて世の中に通用するようになるとは思いませんでした。あとは賢者といえばやっぱりゲームですね。ドラゴンクエストでは賢者になるためには遊び人を経験しないといけなかった気がします。勇者とか戦士とか魔法使いとかいつもと違う世界が広がっていて楽しかったです。そういえば私はドラクエ3の発売の時は店に並んで買ってほぼ徹夜で3日でクリアしました。早くクリアしたのは自慢でしたけれども、すぐに終わってしまって残念でした。それ以来ゲームはゆっくり楽しむようになりました。そういう意味でも思い出深い作品でした。そういえばドラクエの元になったというか影響を与えたものの一つがウィザードリーですね。そこに出てくる忍者は装備がなければないほど強いので、4コマ漫画では裸で歩いているのが定番でした。この話を知っている人は少ないかな。ということで、瞑想と関係ない話をしてしまってすいません。どうもすいません。さて今日はこのバガバットギーターの第2章施設56です。ここは賢者ファンにとってはとっても美味しいところです。あなたも賢者になります。ちなみに英語で賢者は聖児と言うんですね。2チャンネルで使う下げは賢いことだったのかもしれません。あれは日本語ですね。さて、ではどんな人が賢者なのでしょう。ということで第2章の施設56を読んでみます。悲しみの中にあっても心が動揺せず、喜びの中にあっても渇望を抱かない人、執着と恐れと怒りを離れている人、そのような人は安定した理知を持つ賢者と呼ばれる。ということで、この本の主人公アルジュナは勇者という感じですが、賢者についての説明を受けています。要するに何があっても安定している人を賢者というんですね。そういう人はどういう行動をとるかというと、例えば外食した時にあれ財布忘れたとか、傘を持たないで家を出たらどっしゃ降りになって傘がないなという時でも落ち着いている人、あるいは誰かと間違われて逮捕されてしまったという時でも落ち着いている人。なんかちょっと違いますね。これだとうっかりさんとか鈍感な人が賢者と言われるかもしれません。この本に書かれている例としては、大きな富を持つ億万長者は市場の動向を受けないということです。例えば100円で買った株が1万円になったとして、
株の暴落で5000円になったとしても、最初の100円から見ると5000円に増えているから大丈夫ということもあるかもしれません。あるいは100億円の資産を持っている人が、今買ったコーラ、この自動販売機だと10円安いと言って不幸のどん底に行ってしまうということはないだろうと思います。いや、そういう人もいるかもしれませんけど、これは例え話です。これは一言で言うと余裕がある人ですね。そう考えてみると、例えばいろいろな知識があって何でも知っていて頭がいい人、そういう人は賢いので賢者と言われます。でも知識があっても余裕がない人っていますよね。誰かに何かを言われるとムキになって反論したり、実は自信がなかったり、そういう人は残念な賢者という感じがします。知識と経験よりもその人がどうあるかが賢者のポイントです。さて、あなたは賢者になりたいですか？私はそうですね、そういう人にはなりたいですけど、賢者よりもどっちかっていうと遊び人に見られたいかな。おっと、私は来年に選挙があるんですけど、選挙で落ちたらオールナイトでお酒を飲みながらダーツとかビリヤードやってみたいなと思ったりします。社会貢献というか世の中を良くする活動は続けたいですけどね。さて、話を続けます。超越瞑想によって賢者になれるのはどういう理由かというと、瞑想中に静かな心を経験して、それが普段の生活の中でも続くようになるからです。そしてどのようにして一般の人がそのようになるかというと、そのプロセスには超越瞑想が関わっています。超越瞑想によって至福意識の状態を得ます。そして瞑想を終えて日常生活に戻ります。その時に瞑想中に得た至福意識が継続しているんですね。そうするととても満足感を得ることができるので、心は喜びや苦しみの中にあっても動揺することはありません。また世間における執着や恐れにも影響されません。それが賢者と呼ばれる人です。悲しみについても、それは執着や恐れのように一時的なものだと理解しているので、それに引き込まれることはありません。それについて悲しみが生じるのは理解が足りないためだとこの本には書かれています。悲しみを感じる人はどういう人たちかと言いますと、人生の一部分だけを見てそれ以上を見ない人、いわゆる人生の全体を見ていない人は悲しみを感じるそうです。それとですね、恐れや悲しみだけではなくて、喜んだり嬉しい時にも賢者は動じません。どういうことかと言いますと、すでに心の中に喜びがあるので、例えば宝くじが当たったり何か嬉しいことが起こったとしても、すでに心の中にある喜びの方が大きいので平静でいるということです。これは全く心が動かないということではありません。悲しい時は悲しいですし、嬉しい時は嬉しいです。無関心ではありません。ただその印象が強くないために心に深く刻まれることはありません。まとめです。知識がたくさんある人は賢者と呼ばれますが、本当の賢者は内面が重要だということです。見た目だけの賢者は残念な賢者と呼ばれることもあります。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料な説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。
皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。J グルです。